映画版閃光のハサウェイに登場する全機体まとめ。映画版閃光のハサウェイは2021年5月から全国の映画館で上映されたガンダム作品であり、2021年10月11日時点で観客動員108万人、興行収入22億円を超えるという歴代ガンダム映画で、興行収入第1位である機動戦士ガンダム3巡り合い空に続く第2位という大ヒットを記録しました。そんな閃光のハサウェイの映画では、感動を巻き起こした魅力的なモビルスーツたちが登場します。今回はそんな映画版閃光のハサウェイ第1部に登場するモビルスーツを解説させていただきます。やっちゃいなよ、そんな偽物なんか。宇宙世紀において地球は人類が増えすぎた結果、汚染が広がり続けました。そこで人類は増えすぎた人口を宇宙へ移民させるようになりましたが、時が経つにつれて地球上は特権階級を持つ裕福な者たちと特権を持たない貧困に苦しむ者たちの格差が広がっていきます。そんな中、地球に残ることを望む者や宇宙から地球へ戻ろうとする者を排除するために、地球連邦政府内の警察組織マンハンターが生まれました。小説ガイアギアによると、マンハンターの役割は地球上の不法居住者の掃討や宇宙への強制移民を行い、地球上の人間を排除することとされています。機動戦士ガンダム逆襲のシャアの舞台である宇宙世紀0093には、クエスパラヤがインドでニュータイプ修行をしていた際に、父親の依頼を受けたマンハンターによって修行から連れ戻されるシーンがありますが、横暴なやり方が見受けられます。そんなマンハンターは武装して軍隊を気取っており、逮捕されると恐ろしい対応で宇宙へ強制送還されることから、人を恫喝することが趣味の集団として恐れられています。常に黒ずくめの格好をしており、所持しているデガンも脚部を黒で塗装しています。映画劇中ではマンハンターの親玉ハンドリー・ヨクさんが登場しました。第1部ではあまり目立ったシーンはありませんでしたが、大御所声優である山寺宏一氏が声を演じていることから、第2部ではまた新しい演出が見られるかもしれません。そんな荒廃した地球において、ハサウェイ・ノアは天田万さん教授の下で植物観察官候補生として許可を得て地球に滞在していました。そして恋人ケリアデウスと共にクワックサルバーと出会います。そうして地球を特権階級が支配することを良しとしないクワックサルバーに賛同し、マフティーへの参加を決意したハサウェイはマフティーとしての活動を開始しました。漫画版では当初メッサーに登場して戦うハサウェイの姿が描かれています。その後、月面のアナハイムエレクトロニクス社へ赴き、連邦閣僚のアデレード会議を襲撃するためクシーガンダムを発注し、ハサウェイ自身は襲撃する会議に参加する閣僚たちを一目見るべく、閣僚たちが乗るハウンゼンで地球へ降下します。悲鳴を上げるな、神経が苛立つ。クシーガンダムとペーネロペーは第5世代モビルスーツとしてアナハイムエレクトロニクス社が開発した機体です。宇宙世紀のモビルスーツとしてはファーストガンダムのような第1世代モビルスーツに始まり、ムーバブルフレームや全天周囲モニターなどを導入したリック・ディアスから始まる第2世代モビルスーツ、そこに可変機構を追加したゼータガンダムのような第3世代モビルスーツ、さらにそこにダブルゼータガンダムのハイメガキャノンのような大火力兵器を搭載したニュータイプパイロット対応型モビルスーツである第4世代モビルスーツといった流れで開発されてきました。なお、ニューガンダムやサザビーはダブルゼータガンダムの後に開発されているので第4世代モビルスーツに該当しますが、ニューガンダムは可変機構や大火力兵器を搭載していないので第2世代モビルスーツと分類されることもあります。そんな第4世代モビルスーツに続いてミノフスキークラフトを搭載した機体を第5世代モビルスーツと呼びます。モビルスーツはサイコミや強力な兵装などの機能を盛り込んだ結果、宇宙世紀0079のガンダムが頭頂高18メートルであったことに対し、宇宙世紀90年代のニューガンダムは22メートル、ユニコーンガンダムは 21.7 メートルとなり、クシーガンダムとペーネロペーは 26.0 メートルという大型モビルスーツとなりました。クシーとペーネロペーに搭載されたミノフスキークラフトはもともとは大型の装置なので、ホワイトベースをはじめとして大型モビルスーツであるサイコガンダムなどに搭載されてきました。そんなミノフスキークラフトですが、モビルスーツに内蔵できるサイズに小型化され、通常サイズのモビルスーツ向けとしては初めてクシーとペーネロペーに搭載されました。従来のモビルスーツは
大水力を用いて飛行させるという手段をとっていますが、クシーやペーネロペーはミノフスキークラフトのおかげでサブフライトシステムを使用しなくても自在に飛行できます。なお、クシーとペーネロペーに搭載されているものは小説版ではミノフスキークラフトという名称でしたが、映画版ではミノフスキーフライトユニットという名称に変更されています。ミノフスキークラフトの仕組みは前回の動画ホワイトベースで解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。クシーはギリシャ文字でニューの次にあたる文字であり、アムロの最後の登場機ニューガンダムを引き継ぐという意図でクシーガンダムと名付けられました。小説版ではメディア作品とのタイアップではなかったので、角川書店側でメカデザイナーの森木康弘を起用してデザインされました。これが初期の小説版クシーガンダムになります。その後サンライズが主導となり、2000年に発売された SD ガンダム G ジェネレーション F 向けに新たなデザインが書き起こされました。そしてさらに加藤木はじめ氏が主導になってガンダムフィックスレギュレーション版としてリファインされています。ペーネロペーもクシーと同様、小説版では森木康弘によってデザインされました。小説版のペーネロペーは作中でガンダム系の設計思想を受け継ぐ機体とされているものの、正式にはガンダムではなかったことが映画公開後のインタビューで明かされています。その後クシーと同じく G ジェネレーション F に登場することになったので、デザインが一新されました。さらにその翌年にはオデュッセウスガンダムにフライトユニットを装着したモビルスーツという設定になり、ここで初めてペーネロペーはガンダムという扱いになりました。その後ガンダムフィックスレギュレーションで立体化した際にはクシーと合わせて加藤木はじめ氏によってデザインがリニューアルされています。クシーとペーネロペーは同じアナハイムエレクトロニクス社が開発した姉妹機となっているので、武装は似たものを装備していますが細部で異なります。まずビームライフルやビームサーベル、そして両肩のメガビームキャノンを持ちます。次にミサイルとファンネルミサイルを搭載しています。 HGUC の説明書によると、クシーはリアスカート裏にファンネルミサイルを10機装備しており、肘裏や膝裏には通常のミサイルを搭載しています。ペーネロペーは肩アーマーや全部膝アーマーなどにファンネルミサイルを装備し、両腕のコンポジットウェポンユニットには通常のミサイルを装備しています。従来のファンネルはサイコミを利用して方向転換の指示を出す誘導兵器ですが、基本的に宇宙でしか使用できませんでした。そこで地上でも使用できるようにした誘導兵器がファンネルミサイルとなります。機動戦士ガンダムユニコーンではクシャトリアリペアードがバンシーのルン戦で使用していた兵装で三角帽子のような形状をしています。映画劇中ではペーネロペーは肩アーマーからミサイルを射出する様子が描かれており、ミサイルの形状が三角帽子になっているので前段ファンネルミサイルを打ち出しているように見受けられますが、クシーが初めに肘や膝から打ち出したミサイルは通常のものであり、形状は4枚羽の通常の弾頭になっています。しかしその後数発のファンネルミサイルを織り交ぜて不規則な弾道でペーネロペーに攻撃を当てるというゲートを披露しています。次にビームバリアです。映画第1部では使用しているか不明な兵装です。小説内では第2部と第3部で記述されている兵装でバリア機能を使用している描写がありますが、 HGUC バンクシーの説明書によるとあくまで空気制御技術とされています。映画版のクシーガンダムはミノフスキーフライトユニットを搭載した肩アーマーと5スタビライザーを展開することでフライトフォームに変形し、さらにビームバリアを併用することで超音速飛行力を発揮できます。同じくペーネロペーもフライトフォームに変形しビームバリアを展開することで超音速飛行力を発揮することが可能です。なおペーネロペーはオデュッセウスガンダムにフライトユニットを装備することで初めてモビルスーツ単体での超音速飛行が可能になる機体であり、アルゴスユニットというオプション装備があるとされているので、第2部では新たな装備が見られるかもしれません。ペーネロペーのパイロットレーンゲイムは開発パイロットとしてのスコアは高いものの実戦経験がないことからケネスの評価は低い人物ですが、小説やゲームではニュータイプや強化人間として扱われており、小説では凄まじい成長ぶりを見せた人物なので、第2部ではもしかすると新ユニットを装備したペネロペーに登場し、ハサウェイのような戦術を駆使して激しい戦いを見せてくれるかもしれません。足を落とされた。下げ
元の小島へ下がる。グスタフ・カールはジムやジェガンの設計思想の延長上に位置する汎用型モビルスーツです。クシーやペーネロペーと同様に小説版で登場した後、ゲーム版で大幅にデザインが変更されました。映像では機動戦士ガンダムユニコーンや機動戦士ガンダムナラティブに先行配備型が登場しており、ジェガンの発展機であるジェスタと別ラインで開発された機体です。劇場版先行のハサウェイではグスタフ・カール00型が登場しました。滞空時間に制限があるので、空中戦を展開するにはサブフライトシステムケッサリアに登場する必要があります。劇中では主にメッサーとの戦いの中で市街地への二次被害を構わずに攻撃を仕掛けるという容赦のない戦い方が描かれています。巻き添えの方々の霊には哀悼の意を表する。メッサーはクシーと同じくアナハイムエレクトロニクス社が開発した量産型重モビルスーツです。他の機体と同じく小説版からゲーム版になるにあたり、特に脚部が大きくリファインされています。ベースはギラ動画系と言われる機体で、剣部のスパイクのようなジオン系の衣装が見受けられますが、テロ組織であるマフティとアナハイムエレクトロニクス社の関係がわからないように配慮されています。背部、腰部、脚部にスラスターを搭載して機動力を高めており、劇中では一気に5高度まで上昇する様子が描かれています。ただしグスタフ・カール同様、滞空時間に制限があるので、劇中では移動時にサブフライトシステムギャルセゾンに登場する様子が描かれています。メッサーの種類としては F 型ネイキッドと F 型ネイキッドのバックパックにロケットブースターを追加した F01 型 F01 型の脚部にホバー走行の継続時間を向上させるリフティングフレアを追加した F02 型、さらに爆撃用マインレイヤーユニットを装備した F02 型マインレイヤーが存在します。漫画版ではハサウェイはマフティーとして活動を開始した当初、メッサー F 型ネイキッド指揮官機に登場していましたが、映画内ではエメラルダ・ズービンが登場し、クシーを搭載するカーゴピサと接触しています。またガウマンノビル、ゴルフ、フェンサーメインの3人でハサウェイを逃がすためダバオに奇襲を仕掛ける様子が描かれています。劇中では思わぬアクシデントによりシャトルハウンゼンでのハイジャック事件に巻き込まれたハサウェイは、ダバオから抜け出すためにメッサーに自分が滞在するホテルへ攻撃をかけるよう作戦を立てます。ダバオ到着後は使用履歴を特定されずにいくらでも金を使うことができる連邦政府公認のカードを渡されており、いかに特権階級の者たちが優遇されている荒廃した世界なのかがわかります。またメッサーがダバオを襲撃している間にその場を離れなくてはならないハサウェイですが、モビルスーツの激しい戦闘の中、飛び散るビームで様々なものが一瞬で溶ける様子など、モビルスーツ戦の怖さがわかるシーンも見どころの一つとなっています。モビルスーツもクシーとペーネロペーの戦闘はもちろん、メッサーの登場シーンには心奪われた方も多いのではないでしょうか。さらに地球連邦の軍人としての職務を全うしようとするケネス、腐敗した世界を正そうと動くテロリスト集団であるマフティのリーダーハサウェイ、感性が鋭く、その不思議な魅力からケネス率いるキル系部隊の女神とされるギニー。3人の関係性も面白い作品に仕上がっています。余談ですが、映画版先行のハサウェイ第2部はサン・オブ・ブライトというテーマが発表されていますが、サンが息子を意味するのか、太陽を意味するのか、そしてブライトは輝きを意味するのか、それともブライトノアを意味するのか、楽しみになってきます。公式発表では映画版先行のハサウェイ全3部の中で第2部は最も原作と異なると明言されているので、消火器を使用するジェガンのようなちょっとした脇役モビルスーツはもちろん、各主要モビルスーツの新装備や私たちの知らない各キャラクターたちの新たな一面が見れるかもしれません。やってみせろよマフティー。なんとでもなるはずだ。ガンダムだと。楽曲の使用をご快諾いただいたお二方に感謝の気持ちを込めて本日の動画を締めさせていただきます。耳コピで制作されたというこの2曲、圧巻の素晴らしいクオリティで制作されています。概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひ皆様もご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。